ちょっと前にうちらボラ会のベストグルメ18選っていう動画を出したんだけど、ありがたいことにこれがめちゃめちゃ好評で、でもふと思ったんですよね。あれ、定番のお店全然紹介してなくないって。そこで今回はボラ会初心者さんにも絶対におすすめできる超ド定番グルメ10選をうちら目線でセレクトして紹介していきます。有名カフェから穴場シーフードまで、実際に食べてこれは間違いないと思ったところだけをピックアップしたから、行ったことある人もこれから行く人もぜひここ行きたいってお店探しながら見てほしいなと思います。そしてもし私ならここ入れるけどなとか、このお店も外せないっしょっていうのがあったら、ぜひコメントで教えてください。うちらと一緒に最強のボラ会グルメリストを作っちゃいましょう。皆さんこんにちは。二人旅暮らしのケンケンとヨッピです。このチャンネルではいろんな国や島を旅しながらリアルでちょっと役立つ Vlog をゆるっとアップしてます。今までにうちらはボラ会のうちら的推しホテルヘナンパークの紹介、ボラ会基本情報まとめ、ボラ会ベストグルメ18選、ボラ会アクティビティ特集、ボラ会への生き方の5つのボラ会動画をアップしていて、今後もボラ会に関する動画をたくさんアップする予定です。いいねボタンはもちろん、チャンネル登録ボタンのタップよろしくお願いします。この動画がそろそろ旅したいかもって人の背中を押せますように。それでは最高のボラ会ご飯タイムへ、レッツゴー。サニーサイドカフェ。ボラ会島を訪れた人がまず最初に行きたくなるカフェといえばここサニーサイドカフェ。今回紹介するのはステーション1にある店舗で、D モールからはちょっと離れているんだけど、それでも訪れる価値が十分すぎるほどある超人気スポットなんだよね。まず目に飛び込んでくるのはこの可愛らしい店舗デザイン。シンプルでモダンなんだけど、リゾート感を絶妙にミックスさせた空間は写真映えも抜群。店内からホワイトビーチの透明な海と青空が広がって最高のロケーション。そんなサニーサイドカフェを訪れたなら絶対に試してほしいのが名物のパンケーキ。お店一番のおすすめはウベ&シリアルミルクパンケーキスっていう名前なんだけど、ウベという紫色のお芋を使ったふわふわのパンケーキにウベクリーム、サクサクのシリアルクラム、そしてシリアルミルクアイスクリームがトッピングされた一品。前回ボラ会に来た時はステーション3の店舗でこれフルサイズを頼んだんだけど、美味しすぎるくせに量も半端なくて、なぜかパスタも2皿同時に頼んだうちらの胃袋は破裂。だから今回はちゃんと学習したよね。今回うちらが選んだのはこちらのパンケーキのハーフサイズ。これね、後でいろいろメニューを調べたんだけど全然出てこなくて、見た感じシャンティークリームが乗った上にドライオレンジのスライスと確かオレンジのピューレがかかっててすんごい美味しかった。ドリンクはアイスフラットホワイトとアイスラテを頼んだんだけど、コーヒーもちゃんと本格派です。さらにフルーツ好きには絶対頼んでほしいのがフルーツプラッター。季節のフルーツがふんだんに盛られて、ヨーグルトとムスコバドシロップとの相性も抜群。そしてここでちょっとしたトリビア。このサニーサイドカフェを運営している会社、実は前回のボラ会ベストグルメ18選で紹介した大人気のレストランスパイスバード、さらにはこの後紹介するマンゴーママ、ココママ、ウベママといったスイーツ専門店も運営してるんだって。ボラ会を代表する名店ばかりを運営する会社だから、さすがクオリティが一貫してるなってガチで思った。旅の始まりやビーチでのんびり過ごす一日のスタートにぴったりのサニーサイドカフェ。ボラ会島を訪れた時はぜひ立ち寄って、この贅沢で美味しい体験を楽しんでみてね。いい香りしてる。ブラッドオレンジめちゃうまい。大好きなピーキンマンゴーです。酸っぱいナップルです。これふかふかだからさ、軽いなと思ってると食べ続けたらめちゃめちゃお腹になる。このパンケーキって蒸しパンだよね。確かに、しっとりしてて、でもちょっと焦げ目みたいなのがあって香ばしい。やっぱさ、もう顔が疲れた顔。疲れてるけどね、なんか幸せな気分。最高じゃん。眩しいのと、めっちゃ海ではしゃぎまくっちゃったから、もう寝て疲れて目が開かないみたいな。とろーっとしてます、2人とも。気持ちいい。でもその眠いと感じる暇もなし、これたくさんセットしてる。リアルコーヒーカフェ。次に紹介するのはリアルコーヒーカフェ。お店のキャッチフレーズは All Day Breakfast with $1 Million View。 つまり100万ドルの景色で一日中朝ごはんが楽しめちゃうよってことなんだけど、ボラ会島って正直ビーチに出ればどこでもやばいぐらい綺麗な夕日は見れる。だけどリアルコーヒーカフェが特別なのは、このヤシの木越しの絶妙な夕日ビューを楽しめること。実際ビーチフロントのカフェって2階席あるお店いっぱいあるし、うちらもいろいろ回ってベスポージ探したんだけど、なぜか他の店はヤシの木の配置が微妙に惜しいのよ。でもこのお店だけは完璧にヤシの木が仕事してる。そんなリアルコーヒーカフェに来たらマストで頼みたいのが名物のカラマンシーマフィン。
カラマンシーはフィリピン特有の爽やかな柑橘類なんだけど、これがマフィンになると甘さと酸味が奇跡的なバランスで、南国ってこの味ですって脳が言ってるのがわかるレベル。いただきます。いただきます。カラマンシーの独特の柑橘の、香りもしっかりあっていいよね。美味しい。でもいただきますね。なんとかすごい密度の高い。ね。美味しい。コーヒーに合います。バクバク食べるっていうちょっと食べる感じだな、これ。さらにうちらはいつもオートミールチョコチップクッキーとブラウニーズも頼んじゃいます。もちろんドリンクはリアルコーヒーを2杯でしょ。このセットで完全に南国の夕方コーヒータイム、優勝確定。なんかどのテーブルにもこうやって来た人の写真が貼られてて、すごい親しみやすい。この方がこのお店をオープンさせたオーナーさんかならしいです。調べるんですけど、ここも結構老舗っぽいですね。リアルコーヒーの俺コーヒー買って帰ったよな、前回とか。ちなみにサンセットタイムの2階席フロントシートは景色が超良すぎて人気すぎるから、夕日が沈む30分から1時間前ぐらいに早めに来てお茶したりマフィン食べたり、昼間撮りまくった写真を整理したりしてゆったり待つのがおすすめ。夕日にヤシの木にカラマンシーマフィンのトリプルコンボが楽しめるリアルコーヒーカフェ。ぜひボラカイに来たら足を運んで100万ドル超えの思い出を作ってみてね。ハロマンゴー、ボラカイ島のスイーツ激戦区、その中でもひときわ人気のスポットがハロマンゴー。 D モールを歩いててもビーチフロントを散策してても必ず目に入るこの赤と白の看板はスイーツ好きなら絶対に見逃せない超定番のスポットなんだよね。ハロマンゴーはその名の通りフィリピンの代表的なフルーツマンゴーを贅沢に使ったデザートが楽しめる専門店。さて今回うちらが頼んだのは、ケンケンがマンゴーホリック、ヨッピがハロマルチ。まずマンゴーホリックはその名の通りマンゴーに夢中な人のためのメニュー。濃厚なマンゴーソフトクリームにカットされたジューシーなフレッシュマンゴーがこれでもかってぐらい盛られてて、見た瞬間マンゴー好きのテンションは一瞬でマックスになること間違いなし。ヨッピーが頼んだハロマルチはマンゴーソフトクリームに加えてマンゴーやスプリンクルズがトッピングされた可愛すぎる一品。食べる前から SNS 映えが確約されてるみたいなビジュアルで、甘さもトッピングももう欲張りすぎて笑っちゃうレベルちなみにこのお店店内が清潔でエアコンも効いてて涼しいから、外が暑すぎるボラカイの昼下がりの休憩スポットとしても最高。しかもなぜか店内のテレビでは常に K-POP のミュージックビデオが延々と流れてて、これがまたちょっと謎なんだけどボラカイっぽいゆるい空気が楽しめて好きなんだよね。甘党ならマストで訪れてほしいお店。ボラカイに来たらぜひハロマンゴーで甘さの向こう側を体験してみてね。マンゴーママ、ココママ、ウベママ。ボラカイの D モールを散策してると、マンゴーママ、ココママ、ウベママの看板絶対にどれかには遭遇すると思うんだけど、実はこのママ三姉妹、さっき紹介したサニーサイドカフェや前回うちらの動画で推したスパイスバードとも同じ系列店のお店。はじめにココママが大バズりして姉妹店としてマンゴーママとウベママが誕生したらしいんです。とにかくコンセプトがしっかりしててお店がめちゃめちゃ映える。ロゴも店構えもそれぞれすごいコンセプチュアルなんだよね。じゃあそれぞれのお店の個性をうちら的に紹介していきます。まずはココママ。何がやばいってアイスクリームがココナッツのリアルに半分に割った殻に入って出てくるってとこ。もうこれだけで可愛さ100億点確定なんだけど、中身も妥協なし。ビーガンの人も食べられるココナッツアイスにフレッシュなマンゴーやココナッツ果肉、もち米、サクサク食感のピニピグがトッピングされてて、食感の宝石箱すぎて混乱する。次にマンゴーママ。ここはまさにマンゴーの楽園。ビーガンのマンゴーココアアイスクリームとブラックライスアイスクリーム、それにフレッシュなマンゴーをゴロゴロとトッピング。さらにフィリピンの伝統的なもち米スイーツのスーマン、塩気を効かしたココナッツクリーム、そしてカリカリ香ばしいラティックがどっさり盛られてる。一口食べた瞬間ビーガンもスーマンも忘れて、甘い香ばしいしょっぱいもっちもちが一斉に押し寄せてきて、口の中が完全に南国パラダイスになっちゃう。冷たいアイスとあったかいスーマンの温度差も最高です。そしてウベママ。最後はフィリピンを代表する紫芋ウベ専門店ウベママ。正直紫芋って映え要因なとこあるけど、ここは味もガチで攻めてきてるのがポイント。
ビーガン対応の濃厚なウベアイスクリームにもちもちのパリタウ、これはもち米のお団子のことなんだけど、これは乗っかってて、さらにココナッツクリームとコーンフレークが食感のメリハリつけてくれてます。これがマジで甘さと塩味の絶妙なバランスで、ウベ好きなら一生これ食べてたいレベル。最後にもう一つだけ大事なポイント。こんだけ可愛くて映えると食べ歩きしたくなるんだけど、ボラカイってビーチでの飲食は禁止されてるから、食べるのはお店の近くで、ゴミはちゃんとゴミ箱へ捨てましょう。ママ三姉妹、ボラカイ島で D モールを散策中に見つけたら絶対チェックしてみてね。アリア。ボラカイの超定番イタリアンレストランといえばここアリア。ホワイトビーチの真ん前、オープンエアで開放感たっぷり、南国リゾート気分をストレートに味わえるこのアリアは2003年イタリア人オーナーが立ち上げた本格派。そんなド定番のお店にうちらも久々に行ってみたんだけど、やっぱり王道は王道たる理由があるなって再確認しました。この日はそこまでお腹ペコペコじゃなかったから軽めにシェアスタイルしました。まず頼んだのはズッパディペッシェ。イタリア式のシーフードスープでざっくり言うとブイヤベースっぽい感じかな。トマトベースのスープに魚介の旨味がギュッと溶け込んでて、スプーンですくうたびに魚介の出汁がじわっと染みてくる旨味爆発スープです。これビーチの目の前で食べると美味しさ5割増したなーって。ここからの景色見ててデジャブだったんだけど、昼間は前回のベストグルメで紹介したカフェデルソロの2階席として使われてるとこだった。もう一品はボスカイオーラ。クリーミーなキノコ、ハム、パルメザンチーズのソースをたっぷり絡めたパスタなんだけど、キノコの香りとチーズのコク、ハムの旨味が一体化して、こちらも旨味爆発。飲み物はケンケンがマンゴージュース飲んでて、ヨッピがコーラ飲んでます。リゾートご飯に最高に合うシンプルで間違いないチョイス。ボラカイに初めて来る人にも何回目かの人にも結局ここいいよねって言わせちゃう安定のアリア。イタリアンが好きなら絶対に失敗しないと思うから、ぜひ行ってみてね。ハマー。海外旅行中に自分の国のご飯食べたがる人って結構いるんだけど、うちら的にはせっかく海外来てるのになんでって思っちゃうんだよね。だがしかしここはそういう人もそうじゃない人にもおすすめできるって思ったのが2005年オープンの日本食レストランハマ。ホワイトビーチからすぐ D モールのど真ん中で20年近く愛されてきた超安心感ある日本食レストランです。この日うちらが頼んだのは、ヨッピが親子ゾーンと味噌シャイローケンケンがクランチサーモンロースと味噌シャイローこういう表記だったんだよ。飲み物は2人ともマンゴースムージー。まずヨッピの親子丼。ふわとろ卵に出汁の効いた鶏肉がしっかり絡んでて、甘すぎずでもちゃんとコクがあって、日本の定食屋さんクオリティ。これこれって自然に笑っちゃう味だった。美味しい。うまい。イメージかな。めっちゃうまみある。ケンケンのクランチーサーモンロールは巻き寿司をそのままサクサクに揚げたやつにサーモンフライがドーンと乗ってて、それにさらに甘じょっぱい照り焼き風ソースがたっぷりかかってる。うまい。めっちゃしつこい。うまい。これつまみにいいかも。でもこの日の一番の衝撃は、うちらが揃って頼んだ味噌シャイロー海外の味噌汁ってさ、だいたいお湯に味噌溶いただけみたいなやつ多いじゃん。ここは違ったの。最初の一口からもう超ダシエって叫びたくなるレベル。香りもコクも完全にガチ。こんなにちゃんとした味噌汁が海外でビーチのすぐそばで出てくるとか、ちょっと感動したよね。味噌汁やん。美味しい。ハマは普通の定食メニューだけじゃなくて、居酒屋っぽいおつまみ系メニューもすごい充実してるから、夜ご飯をゆるっと楽しみたい時にもぜひいろんなシーンでおすすめできるよ。トスタチョン。今回の定番グルメ本当は予定してなかったんだけど、フラッと入ったら何このお店超好きってなっちゃって、急遽ランクイン決定したのがここトスタチョン。場所はメインロード沿い D モールからもアクセス良好。道端でいきなり丸ごとの豚のレチョンがドーンって鎮座してるのを目の当たりにして、思わず吸い寄せられるように入っちゃいました。内装はおしゃれなイラストがペイントされてて可愛いし、フィリピンの家庭料理をベースにメキシカンテイストをうまくミックスしたメニューがずらり。まずヨッピがコーラ、ケンケンはサンミゲルライトで乾杯。頼んだのはまずレチョントスターダス。トスターダっていうのはトルティーヤをカリカリに揚げたメキシコの定番スナックのこと。その上にトマト、玉ねぎ、パクチー、メキシカンソース、そしてジューシーなレチョンがもりもり乗ってるスタイル。そして次に頼んだのがレチョンシニガン。これがまたボリュームがすごい。ちなみにシニガンっていうのはフィリピンの定番料理で、タマリンドとかトマトを使った酸っぱうまいスープのこと。日本で例えるならなんだろう、酸っぱいおでんみたいな感じかな。本当だ。チャーシューみたい。ここは今回定番をテーマにしてたから来る予定なかったんだけど、
まあこれ定番にしましょう。定番もう一回行きたいと思う。私最初シニガン苦手だったんですよ。初めて食べたシニガンがめちゃめちゃ酸っぱくて、あとしょっぱかったのめっちゃ。酸っぱしょっぱすぎて慣れて美味しくなった。めちゃめちゃうまいこれ。シニガンの味を説明するの難しいよな。トムヤムクンに甘さを抜いて、酸っぱさはそのトムヤムクンと同じぐらいで、主に豚とか魚とかとお野菜の出汁、大根とかインゲンとか、バルイ、トマト、玉ねぎの出汁がよく出てる。最初びっくりすると思うんだけど、慣れる。慣れが来たら美味しい。めちゃめちゃ美味しい。舌って鍛えられるから。本当に思う。てかまあ、フィリピン料理全体なんだけど、汁物が出てきたら、ご飯につけて食べるのが正解。スープをご飯食べながら、ふやかしながら食べる。イメージ的にはスープカレー。そしてもちろんレチョン単体も頼んだんだけど、カリッと焼かれた皮、じゅわっと肉汁あふれる中身、そこにメキシカンっぽい刻み野菜のソースが絡んで、もはや無敵のうまさだった。ちなみにトスタチョンはまだボラカイでは比較的新しいお店なんだけど、レチョンだけじゃなくてタコスやブリトーもめちゃハイレベルで、フィリピン料理とメキシカンのいいとこ取りスタイルがじわじわ人気上昇中らしい。ケンちゃんが携帯をなくして歩き回った時に私が見つけたっていうか、お店のショーケースに豚の盛り上がりドンと置いてたんですよ。絶対ここ行きたいと思いながら、もうちょっと流行ってもいいのになっていう感じだな。ガチで全部美味しいから、うちら的には今後定番になってほしいお店認定です。Two Seasons。 ボラカイに来るたび毎回新しいお店を開拓してるうちらなんだけど、今回はちょっと趣向を変えてホテル内のレストランに突撃してきました。その名も Two Seasons。 ここ本来はビーチ沿いのリゾートホテルなんだけど、ここのピザがマジで激うまらしいって噂を聞きつけて、食いしん坊魂を発動させて行ってきたよ。ホテルに着いたらレストランはビーチサイドに広がってて開放感抜群。南国の海風を感じながら食べるご飯も期待しかないよね。この日うちらが頼んだのは、まずドリンクに Two Seasons シェイクとマンゴーシェイク、そしてお目当ての4チーズピッツァ。これはね、ブルーチーズ、チェダーチーズ、モッツァレラ、パルメザンチーズ、この4種類のチーズがこれでもかってぐらい盛られてる罪深すぎる一品。しかも生地はイタリアンピザっぽい薄めのクリスピータイプなんだけど、チーズの層の方が分厚いっていう、どっちが主役だよって突っ込みたくなるビジュアル。これはめちゃめちゃうまい。これ食べるべきだわ。見た目すごい大きいんだけど、生地は薄いし、クリスピーで食べきれる、生地よりチーズのが分厚く、お会計するところにピザの箱が積み上げられてて、だったら出前とかできるのかやっぱり人気だと思う、ピザが。スムージー信じられるぐらいでかい。紙入れそう。私な。出ないんかい。重たいかと思いきや、クリスピー生地のおかげで全然重くないから、うちら2人でペロッと1枚完食しちゃいました。だがしかしここで満足するうちらではないということで、もう一品頼んだのがブラロ。ブラロっていうのはフィリピンの伝統的な牛骨スープで、牛の骨髄とすね肉をじっくり煮込んで野菜と一緒に仕上げた、言ってみれば南国版超ガチな肉うどんスープみたいなやつ。しかもこの Two Seasons のブラロは前回紹介したジャスパーズみたいな優しいおでん出し系じゃなくて、ほい。ラーメンの汁みたい。待って、これめっちゃうまい。ちょっとピザ食べてお腹いっぱいと思ったけど、味の方向性が正反対やから食えるわ。 The beef is tender。肉超柔らかい。なんでここに来たかっていうと、ボラカイでおすすめのご飯屋さん紹介してるフィリピンの YouTuber、ほとんどの人がご紹介してたから、それを聞くべきかなと思って。みんなピザが美味しいって。白濁しててニンニクの香りも超効いてて、もうガツンとスタミナ系牛骨ラーメンのスープみたいな感じ。大根、キャベツ、トウモロコシがゴロゴロ入ってて、スープだけでもうご飯3杯いけるやつ。チーズピザで満たされたお腹にさらにがっつり追い打ちをかけて、腹パン大満足コースでした。Two Seasons ってホテルのレストランだからでちょっと構えてたけど、料理のクオリティもカジュアル感もめっちゃバランスよくて、かなりおすすめできます。エピック。ボラカイで夜遊びするならって話題になると絶対に名前が挙がるのがここエピック。うちらも前にボラカイ基本情報動画のナイトライフ編で紹介したんだけど、昼間はしっかりご飯が美味しいレストランで、夜は DJ が登場してクラブ営業にスイッチするっていう。この日うちらが頼んだのは、ケンケンがライチサンセットっていうモクテル、ヨッピーは安定のコーラ。フードは実は本当はアドボが食べたかったんだけど、この日はまさかの売り切れなので、気を取り直して頼んだのがこちらのラインナップ。まずはシシグタコ。フィリピンの国民的おつまみ、豚のシシグをタコススタイルで、
さらにその上には豚皮のカリカリ揚げ、チチャロンとチリが乗って、一口食べた瞬間サクッとカリッとじわっと全部同時に来る。これは完全にビール泥棒メニュー。そしてバーガースライダーズ、アメリカンチェダーチーズに US アンガスビーフパティでしょ、ピクルス、レタス、トマト、そしてエピック特製ソースをブリオッシュバンズでサンド。サイズは小さめだけど味の迫力はフルサイズ超え。付け合わせのポテトチップスも手作り感あって地味に嬉しい。最後にエピックパエリア、海鮮の旨味と肉のコクがぎゅうぎゅうに染み込んでる。エピックって風土の幅も広くて、フィリピン料理だけじゃなくてタイ料理もインドネシア料理もあって、今日は何食べようかなって選ぶ楽しみまでセットになってます。超おすすめです。シーフードバーベキュー、ボラカイに来たらやっぱり1回は食べたくなるのが新鮮なシーフード。島だし漁業も盛んだから、ビーチの近くを歩けばシーフードレストランがめちゃくちゃいっぱい並んでる。でもね、ここでうちらから超大事な Tips があるんです。正直裏路地に連れて行かれる系の店ってぼったくりが多いと思います。一見ローカルっぽくて味ありそうに見えるんだけど、値段が謎に高かったり、調理法で追加料金バンバン取られちゃったり、結局いくらなのってなるケースマジである。だからうちら的おすすめは、ちゃんとウェブサイトや Facebook ページがしっかりしてたり、 Google マップの評価が高いお店を狙うことです。そうすると価格帯もメニューも事前にわかるし、変なトラブルに巻き込まれるリスクも減りますよ。そんな中でうちらが気に入ったのがチャールズシーフードグリル&レストラン。これは公式ページもちゃんとあって好感度高いんですけど、ここもボラカイらしいスタイルで、店頭にずらーっと並んだ生の魚介から食べたいものを自分で選んで、グリルでスープでバターガーリックでみたいに調理法を指定するスタイルです。うちらが選んだシーフードたちはプリップリで、焼き加減も絶妙で超天才だった。炭火の香りがふわっとして白いご飯と一緒に食べたらもうそれは南国天国。しかもチャールズは価格も一応フェアで、観光客向けの押し売り感もなくて、スタッフさんもみんなニコニコしててめちゃめちゃ安心できましたよ。実はボラカイで iPhone なくした動画を撮影したのはここのレストランでした。この動画もなかなか口下手ながら頑張っていろいろ話してるので、ぜひ見てほしいです。そしてもう一件忘れられないのが、プカビーチの奥の謎の野外レストラン。もう正式名称すらわかんないんですけど、ここは正直テーマパークだと思った方がいいと思います。だって周りなんもないだだっ広いビーチに、ポツンとレストランとは名ばかりのテーブルと椅子が出現。値段は正直ちょっと張るんだけど、こんな環境で冷えたビールが出てくるのも奇跡だし、何より新鮮な魚をその場で選んで炭火で焼いてめっちゃ美味しく調理して出してくれるっていう。フィッシュ&チップスじゃん。そういうこと？正直、これは私と同じ感覚の日本人の人が多いと思うんだけど、こういうよくわかんないところで魚食べるの怖いなっていう感覚があって全然悪くないと思うんだけど、新鮮だし、そして美味しい。ただ、全員には勧められない。で食べ終わった後、ここのレストランを経営している家族のみんなと仲良くなっちゃって、なぜかそこの子供たちと一緒に鳩に餌あげて遊んでたんだよね、うちら。もうこういう触れ合いこそ旅の醍醐味だよね。でちょっとレストランの話から脱線しちゃったんですけど、まとめるとボラカイのシーフードは1、ちゃんとしたお店を選ぶ。2、値段交渉も一応確認する。3、そして一期一会の出会いを楽しんじゃおう。これがうちら的ベストな楽しみ方だと思います。新鮮なシーフードと島の温かい空気、両方まるっと味わって最高の思い出作ってね。ボラカイグルメ想像以上にレベル高かったよね。うちら的にはただお腹を満たすだけじゃなくて、一皿一皿がちゃんと旅の思い出になる、そんなお店ばっかりだったなと思ってます。でもまだまだボラカイにはうちらが知らない美味しいお店がきっとたくさんあるはずだから、もしここも美味しかったよとか、ここのなんとかはマジで神みたいなおすすめがあったら、ぜひコメントで教えてほしいです。みんなでうちらだけの最強ボラカイベストグルメリスト最強ボラカイベストグルメリストを作りましょう。それでは次の動画でまたお会いしましょう。二人旅暮らしでした。じゃあね。